はい。こんにちは。先日発勁の原理ということで、力の反発に負けない体づくりがとても大切だということを解説しました。でこちら多くの方にご覧いただき、たくさんコメントもくださりまして、皆さんありがとうございました。そこで今回は第2弾として発勁、触れたところから力を発する、これに大切な原理をもう一つ特別にご紹介いたします。それは何かというと、力の深さです。これが理解できないと、どれだけ反発に負けない姿勢で強い力を発することができたとしても、それは相手にダメージを与えるような威力を伴った攻撃にはなりません。力の深さを理解できていないと、それは単なる遠くに相手を押し飛ばすだけの攻撃になります。今日お話しする内容は、触れたところから力を発するというような特殊な状況に限らず、パンチとかですね、打撃全般、特にストレート系の打撃、ジャブとかですね、こういう打撃には共通する大切な内容ですので、打撃力を上げたいなっていう方はぜひ最後までご覧ください。さて、こういった触れたところから、もしくは、近距離からの打撃でよくありがちなのが、相手をボーンと押し飛ばしてしまうケースです。ブーンって押すやつ、ちょっと一回やってみますね。こういうのよくあるじゃないですか。これで、これってダメージはないんですよね、相手に。要は動かされるだけなんで、これは見た目的には派手に見えていいんですけれども、果たして打撃技として相手に有効なダメージを与えられるかというと、実はそうではありません。パンチはね、プッシュになってはいけないってよく言われることですけれども、これは本当にその通りなんです。では、なぜ押し飛ばすようになってしまうのか。それは体の構造で威力を出すことができていない、力の伝達に頼って力を発するからです。この時、見た目には重心を移動しているようにも見えなかったりとか、力の伝達に頼っているようには見えなくても、体内でその波を作ることっていうのは可能です。そうすると、体内で外には見えない力の伝達を作って、それを手から発するっていう方法を取ります。波を作ったりとか、こうやって波を作ったり、これって何をやってるかっていうと、体の中に移動して距離を増やしてるんですよね。わーっと距離が必要になってくると。この方法ではどうしても押し飛ばすような力の出方になってしまいます。なぜなら、この力の出し方は相手に当たったところからも若干移動距離が必要になってしまうからです。相手は吹っ飛んでしまったとしたら、そのダメージは体の移動とともに消えてなくなってしまいます。相手にダメージを与えるパンチっていうのは、こちらは強烈な衝撃力を与えるけれども、相手はその場に留まっているっていうのがとても大切です。要するに、相手が吹っ飛ばない方が威力は相手の体内に残ってしまうということです。では、押し飛ばさないようにするにはどうしたらいいかっていうと、力の深さをしっかり理解し、最適な距離分だけ力を打ち込むっていうことです。力の伝達に頼ることなく、体の構造的な強さで威力が出せれば、当たった後の距離はほとんど必要としないため、もうほんの数センチの打ち込みでも十分に相手にダメージを与えることが可能になります。でも、自分が思うその発勁っていうのは、その移動の距離を作らないでやっぱり出す方がいいと。要はだからこうやって移動しないで、もう中に作っといて準備万端にしといてボンってやると
距離がいらなくなると。そしたらポンって反射が返ってくるので、それを抑え込むと。そしたらグッとしていて、こうなる。かといって当たってから無理に引く必要もありません。例えるなら太鼓をね、きれいにポーンと打ち鳴らすような感覚に近いです。打面を打って衝撃を与えた後、自然なリバウンドでスティックがポーンと返ってくるような感じです。バンと打って押し込んでしまうと太鼓はきれいにならない。ブッと音が止まってしまいますよね。そんな感じです。威力のある打撃っていうのは単に押す力ではなくて、厳密に言うと振動を与えるっていうことですので、与えた振動に対して長く触りすぎていると、その振動はぐっと消えてしまいます。衝撃が相手に移った後に、できるだけ今度はその衝撃を潰さないで長い時間押しちゃうともうダメなんですよ。こうやってよくあるやつがよいしょ、こうですね。でこれがあまりダメージが残りにくい。トン、触ったところからトン、こんな感じ。このタイミングや深さは、実際にね、もう何度も打撃をして鍛錬を積んで習得するしかないんですけれども、この時体のリラックスも重要になってきます。当たる瞬間は必要な緊張が瞬間的に整い、当たった直後は瞬時に緩む、必要以上に押し込まないっていう感覚です。八景のように、触れたところからでも強烈な威力を発揮する打撃を習得するには、まず一つ目に、まずは以前解説した反発に負けない構造的に強い姿勢の養成で、2番目に相手に深く突き込みすぎない最適な威力の残し方の練習、この2つが、大切になりますので、以上を意識して練習してみてください。最近解説動画をちょっと増やしておりますので、何かね、こういうことを知りたいなっていうものがありましたら、ぜひコメントに残していただければと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。